昔話でおじいさんは芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯へというフレーズは誰もが聞いたことがあると思います。この芝を刈るおじいさんとおばあさん、実は髪下ろしの儀式を行っていたのです。芝を刈るのは山での髪下ろし、洗濯は巫女がするみそぎのことで、いずれも神聖な儀式であったのです。木に神と書いて榊というほど、榊という木は神と深い関わりのある植物です。一年を通して緑の葉を茂らせ、栄える木とも捉えられています。和名の榊の語源は、神と人との境であることから、榊の意味であるともされています。この榊は神棚などに神主さんがお祓いをするときに使われる神聖な樹木です。冬になっても緑を絶やさない常緑樹で、生命を表すシンボルとして神が宿る木とされていました。艶やかな青葉と爽やかな香りは自然の生命力の強さの表れで、昔の人は常緑樹を神聖視していました。とりわけ常緑樹の枝を切った青葉には邪気を払う呪力があると信じられてきました。平安時代の人々は常緑樹のことを総称して榊と呼んでいました。他にも松、杉、敷見のほか、神のよりしろとされる門松など神聖な木とされている樹木はいくつかあります。榊の枝を切ったものを芝とも呼び、この2つはほとんど同じ意味として使われています。芝は神聖な意味を持つ一方、死体に芝をかぶせて葬り、供養したという風習があります。芝や葉っぱで覆い隠すことで死の汚れを清めるという意味もありました。芝がかぶせられた場所を死ぬ場所と書いて芝床と呼んでいる地名もあります。芝と芝は一見ただの語呂合わせのように見えますが、無関係とも思えません。芝は死者とその供養に深く関わっていて、葬式を象徴する木でもあったのです。ここで最初にお話しした昔話のおじいさんが山に芝刈りに行くのは、実は深い意味があったのです。山は異界であり、神様がいると昔から伝えられてきました。その神様を迎え入れるために、山から芝や薪を刈り出してくる風習がありました。芝刈りといっても、ただ火を燃やす燃料として枝を切ってくるのではなく、山の神様の一部を持ち帰ることで、一家の繁栄や農作物の豊穣を祈願するほか、山入りの儀式の一種としても芝刈りは行われていました。山の神が宿った薪には呪力があると信じられ、燃料であるとともに一種の呪具として神聖な意味を持っていました。芝は単なる燃料にとどまらず、神聖な呪物としての一面もあったのです。ところで私、ポケモンが大好きなんですけど、世界に誇る日本文化の一つでもあります。ポケモンには都市伝説がたくさんあるのですが、ポケモンの登場人物は全て植物の名前が付けられているのをご存知でしょうか。例えば、オーキド博士はオーキッド、ランの花だったりします。そして、悪の組織ロケット団のボスに榊というキャラクターがいます。ゲームでは敗北すると潔く立ち去り、悪の組織のボスであるにもかかわらず、高潔な精神の持ち主でもあります。組織として人は協力し合うことで強い力を生み出すという哲学を持っていて、悪のボスでありながらも正義のように仲間を信じる純粋な心を感じさせる人物です。この木の名前をボスの名前に使ったのにも深い意味があると思っています。昔話に話を戻しますと、おじいさんは芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯にというおなじみのフレーズには、実際に行われていた髪下ろしの儀式の意味が隠されていました。芝の神聖な力は先ほど申し上げましたが、洗濯にも汚れを払い浄化するという象徴的な意味もありました。生まれたばかりの赤子を産湯に浸からせることも広い意味でみそぎと言います。赤子はあの世ともこの世ともつかない中間的な存在です。そんな赤子を産湯に浸からせることでみそぎを行い、この世のものに再生させるのです。産婆さんは巫女的な呪力を持つ女性とされていて、女性は生まれながらにして浄化するという巫女的な能力を持っているのです。そういったことを踏まえると、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯にという冒頭はさらっと聞き流されてしまいますが、この部分こそが物語のキーを握る重要な要素になってくるのです。おばあさんは川へみそぎをし、神を下ろす儀式を行い、おじいさんは山の神を下ろす儀式を行っていたということなのです。そこに桃が流れていたのは偶然ではなく、神が降りてきた
壮大な物語の重要な始まりが語り継がれているのです。本日のジャパニーズカルチャーは、アイナでした。いかがだったでしょうか。今回は山と川の神おろしについてお話しさせていただきました。このチャンネルは忍者文化の保存とジャパニーズカルチャーの発展に貢献し、文化の理解を深めることを目的としています。忍者、民間伝承、オカルト、都市伝説など幅広い分野のジャパニーズカルチャーを伝えていく予定です。いいなと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あなたの地元に伝わる言い伝えやイラストのリクエストなどがありましたら、ぜひコメントで教えてください。では本日も動画を見てくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。